16号整形外科山田しおり枕研究所の山田しおりです。今回はあなたのつらい頭痛、片頭痛だと思っていませんか？首が原因の頭痛かもしれません。枕で解決をというお話をさせていただこうと思います。なぜ私がこの頭痛についてお話をしたいと思ったかというと、毎日整形外科の外来に頭が痛いんです、私は片頭痛なんですと言って来る患者さんが後を絶ちません。この頭痛、実は片頭痛ではないことが多くあるんです。つまり片頭痛という言葉、この使い方が問題なんですね。片頭痛イコール頭痛の代名詞のようになってしまっているからです。今日はどうされましたか？はい、私は片頭痛持ちなんです。片頭痛という言葉をおっしゃいましたが、それはどこの病院で診断されましたか？どんな検査をしましたか？病院には行ってません。でも片頭痛があるんです。このような患者様が本当に困ったものでたくさんいらっしゃるんですね。この頭痛を訴える多くの場合は片頭痛ではなく首の頭痛、緊張性頭痛が多いんです。こちらをご覧ください。実は片頭痛と緊張性頭痛を比較してみると、慢性頭痛の中で片頭痛は800万人、緊張性頭痛は2000万人とも言われています。両方ともある混合性頭痛の方もいらっしゃいます。つまり片頭痛の患者さんは緊張性頭痛の患者さんに比べると圧倒的に少ないということがわかるんです。また興味深いのは、日本イーライリリー社という製薬会社さんが研究を行いましたが、17,071人の方を対象に行った調査で、なんと 42.6%、 約半数の方が一度も頭痛で受診をしていない、専門の先生に見てもらっていないということが分かったわけです。いかに多くの人が頭痛を感じながらも、慢性的に辛いと思いながらも一度も専門的な科に受診せず、確定的な診断がついていない、自らのみで悩んでいるということが伺われる、事実です。今日はこの頭痛について解説をしていきたいと思います。頭痛持ちと伺いましたが、どんな頭痛ですか？はい、学生時代から片頭痛持ちで、月に何度か肩とか腕、こりが同時に起きたりします。こことか腕とかですね、しびれたり、こりも出てきます。頭痛がある時に肩から腕の症状や背中まで痛くなるということですね。はい、はい、同時に起こってしまうわけですね。同時に痛みとこり、しびれが同時に起きます。はい、頭痛はどんな感じですか？ズキン拍動するような頭痛、もしくはビリッと響くような痛み、しびれるような痛み、いかがですか？頭痛は重たいような感じで、ズキンっていうような脈を打つ感じではないです。鈍痛ですね。はい、鈍い痛みということですね。はい、片側に起こりますか？それとも両方に起こりますか？片側の時もあれば両側に起こる時もあります。お母様やお父様、ご家族にも頭痛はありますか？いえ、両親はどちらも頭痛はないです。僕だけです。少し話しづらかったら可能な限りでいいので教えてください。最近何かメンタルに悩んでいることとか、
精神的に辛いなと思うようなことはありませんか？もしくは以前でもいいので心療内科や精神科に通っていたことはないでしょうか？実は20歳の時、軽いうつ病になって半年間くらい心療内科に通ったことがあります。でも今は完治しています。それが頭痛と関係あるんでしょうか？そうですか。やはりそういったことが過去にはあったということですね。はい。実はですね、この慢性的な頭痛と、それは片頭痛であっても筋緊張性頭痛であっても、非常にメンタル、精神的な辛さや悩みと関連しているということが近年の研究で分かってきたんです。ですので、もし頭痛のみならずメンタルの問題もあるとすれば、それは心療内科や精神科への相談が必要になってきます。そのことも一つ覚えておいてください。そうなんですか。長い間誰にも相談できずに悩んでいました。時々市販の薬を飲んで、みるんですが、一時しのぎにしかならなかったので、本当にこのお方のように慢性的な痛み、誰にも言えない、病院に行っていいのかもどうかもわからない、どんな科に行けばいいのかもわからない、このような方、悩んでいる方はたくさんいると思っています。そのような方がぜひ適切な科に受診できるように、これから説明する内容をよく考えて、自分の頭痛がどれに当てはまるかを考えてみてください。最後に適切な科もご紹介いたします。こちらをご覧ください。ここに代表的な頭痛を3つ書きました。片頭痛、緊張型頭痛、そして群発頭痛と言います。いろいろな特徴があるんですが、その中でもとても重要な4つの特徴を書きました。まず性別について。片頭痛は女性に大変多いです。もちろん男性もいます。緊張型頭痛は圧倒的に女性が多いんですが、近年は男性も増えていると私の外来の経験からは思っています。一方、群発頭痛は圧倒的に男性が多いと言われています。頻度についてです。どのぐらいいつもその頭痛が起こってしまうかということでいうと、ダントツ毎日のようにあったり、集中的に1週間痛かったり、群れのように群発するということで頻度が高いのはこの群発頭痛ですね。また片頭痛も比較的定期的に起こることが多いです。この中では緊張型頭痛、もちろん個人差があって、たまになる方、毎日連続辛い方いらっしゃるんですが、こちらに比べると頻度が少ないことが時々あるみたいなことが多いと考えられています。次に誘発因子、これがあるとこの頭痛が起こりやすいという誘発因子ですね。片頭痛の場合は動作、疲労がたまると起こりやすい、こういったものを見ると、こういったことを聞くとなるというような動作と関連付けられていることが多いんです。緊張型頭痛はやはり疲労と姿勢が大敵です。悪い姿勢をとっていると、デスクワークで長時間前かがみの姿勢をとっていたり、スマホやゲームやどうしても今の日常生活っていうのは悪い姿勢になりがちですが、このような悪い姿勢が一つの緊張型頭痛の誘発因子となっています。また群発頭痛に関しては、独特のアルコールやヒスタミン、これをきっかけとして頭痛が起こるというふうに研究されています。最後に随伴症状といって、頭痛に伴う症状です。片頭痛があると、その前に前兆として光や音、何か聞こえたりキラキラしたものを見たりすると一緒に頭痛が起こるという症状があります。また緊張型頭痛では肩こりや疲労感、だるさ、こういったものを感じるケースが多いです。
群発頭痛は特徴的で、涙が流れる、目が充血する、鼻水が出たり鼻が詰まる感じがしたり、もしくは、汗が出る、こんな自律神経症状を伴うこともあるんです。3つの代表的な頭痛、それぞれ特徴が違うということをお分かりいただけましたか？一口に頭痛の代名詞である片頭痛という言葉を使わずに、まずご自分の頭痛がどんな特徴があるのかということをよく観察してください。そしてこの頭痛かなと思った時は、それぞれに異なる適切な科に受診することをお勧めします。真ん中の緊張型頭痛の場合は整形外科へお越しください。当院では椅子の座り方、パソコンに向かう時のこの起きてる時の姿勢、座位での姿勢、また寝てる時の枕を使った姿勢、こういった姿勢を改善することで、適切にお薬を使わなくても頭痛の、治療ができると考えています。また片頭痛や群発頭痛に関しては、神経内科、脳神経外科、脳神経内科、そして頭痛専門外来に受診することをお勧めしたいと思います。先ほどもお話ししたように、メンタルの問題、心もつらい、軽いうつ症状もあるかなと思った時には、頭痛と、両方を見てくれるメンタルの専門家、心療内科を受診してください。今日はあなたのつらい頭痛、単純に片頭痛だと思っていませんか？頭痛にもいろいろな種類があるんです。その種類によっては特徴が異なります。この特徴を知ることで、自分の頭痛がどれかなということを予測し、そして適切な専門家を受診することが大事です。できるだけ早く受診することをお勧めしたいと思います。お大事になさってください。この動画をご覧くださった皆さん、高評価、チャンネル登録お待ちしています。よろしくお願いいたします。